いつも応援ありがとうございます。バーチャルドールの届きゆかです。この度、届きゆかは卒業についての発表をさせていただくことになりました。僕、届きゆかは3月15日をもちまして、多摩美術大学を卒業しました。やったー、無事に卒業できてよかったー。はい、引退か何かだと思った人、びっくりさせてごめんなさい。でも、届き、多分死ぬまでやめないタイプの VTuber です。なんでかっていうと、届きゆかの権利も会社とかじゃなくて全部自分で持ってるから、こうやりたいことやるためにやめますみたいなことやる意味がないし、全部自分でやりたいことやれるから。以前難聴の病気にもなったし、そういう感じで病気で喋れなくなったりしても、こう小説家だからこう文字で活動したり、自分の歌う音源も作ってるからボイスロイド実況とかもできるので、なので多分80年ぐらいはやめないかなって思います。なので推しの引退や卒業発表でもう病んでる人は届きゆかを推しましょうというわけで、この動画では今回大学卒業を公表するに至った経緯と届きゆかの今後、そして VTuber と学業の両立はできるのか、この3つをお話しさせていただきたいと思います。最初になぜこの大学卒業を発表したのかっていう前に、なぜ学校を辞めなかったのかっていう話をします。結構 VTuber の方が仕事を辞めて専業 VTuber になりますとか発表してるのをよく聞きますよね。それと同じぐらい結構 VTuber さんってこう専業になるために学校とか辞めてる人も実際多くて、こうもちろんファンとしては推しが学校を辞めて専業 V になって毎日配信してくれる方が嬉しいとは思うんです。実際精力的な VTuber さんはほとんど学校を辞めてるし、それは彼ら彼女らの覚悟の賜物だから僕も尊敬しています。でも僕は事務所に所属した時も学校は卒業したいですって伝えてました。なんでかっていうと、僕はモーニング娘。などのハロプロの曲がすごく好きなんですね。児玉雨子さんと中島拓衣さんが好きなんですけれども、だからこそベリーズ工房のももちさんやアンジュルムのあやちょさんが大学に通いながらこうアイドル活動とこう両立してるのを見て育ったんですよ。だからこそ自分もアイドルになっても大学はきちんと卒業しようっていうのはもう VTuber になった時からずっと決めてました。みんな学校を辞めたり仕事を辞めて専業 V になるってことは、それだけ仕事や学業との両立って難しいよねっていうことで、実際僕も交差期間や卒業制作で配信もまばらだった時期が結構多かったんですね。でもそしたらファンの方が配信のたびにこう学校頑張ったねって、テスト頑張ったねってすごい褒めてくれる方が大勢いらっしゃったんですよ。でも普通毎日何時間もゲーム実況してくれた方がファン的にはそれ嬉しいじゃないですか。そういう気持ちもありながらも僕の学業を応援してくれてるファンが大勢いて、僕すっごいいいファンに恵まれてるんだなって改めて実感しまして、だからこそ VTuber デビューして3年間アイドル業も学業も両方応援し続けてくれたファンの皆さんに無事卒業できたよって伝えたい、そう思いまして、この度動画にてきちんと発表させていただきました。大学の話なんですけど、自分なりに届きゆかの活動について考えた結果、無事に卒業できた際は出身大学の公表はちゃんとしようって考えてました。たまびで4年間デザインや美術をやった経験を通して VTuber としてのより良いキャリアが作れるんじゃないかなって考えてのことです。そんな感じで届きゆかは今後はデザインやアート方面のスキルも活かしつつやっていきようしますので、今後とも応援よろしくお願いします。最後に VTuber やその他自分の活動、例えば歌とかイラストレーターとか、そういう自分の活動のために学校を辞めるか悩んでる人向けに話します。基本的には自分の気持ちに正直になって選択するのが一番だと思うんですけど、ただそれが痩せ我慢になってたり後に引けないから意地で選んだ選択肢だったら後々辛くなっちゃうかもしれません。だから本当にその選択肢で10年後や20年後も後悔しないのかとか、後に引けなくなっちゃったからわざと辛い選択肢を選んでないかなとか、自分のやりたいことじゃないけど他人のためにそれを選ぼうとしてないかとかは改めて考えてみてください。あの時意地張らずにやめておけばよかったとか、逆にムキになってやめるんじゃなかったとか、
誰かの言いなりになって選ぶんじゃなかったなって未来の自分に思われるのって辛いじゃないですか。だからこそ未来の自分にとって悔いのない選択をしてください。自分のトップオタは自分ですからね。学校ね、こう保護者の方のお金で行ってる子とか多いと思うんですけど、そういう保護者だけでなくお世話になった人とか周りの同業者の方とかいろんな方に相談してください。大事な決断なので。あとはこうどっちかを選ばないといけない、どっちか捨てないといけないじゃなくて、まずは両方やってみるっていうのも意外といいんじゃないかなって思います。僕も大学に通いながらの VTuber 活動だったんですけど、なんだかんだで歌手デビューとか小説家デビューできたり、あとスマホゲームのキャラクターにも実装されたりとか、あと国際映画祭の公式ナビゲーター就任したし、テレビ出たし、結構ね、両立にしてはいろんな実績残せたかなって思います。まあでもその分、土日もずっとモデリングとか動画制作とかしてて、普通の大学生みたいに遊んだりは全然できませんでした。昔所属してた VTuber 事務所の営業さんに、うか様って休みの日は趣味とか何してるんですかって言われて、ないですけどって泣いたこともあります。でも充実してたし、後悔はしてません。だから目標は二者択一じゃなくて、学校も続けたいし活動も頑張りたいってなったら両方叶えちゃってもいいんじゃないかなって思います。僕もね、今振り返ってみるとやっぱりどっちか選ぶんじゃなくて両方諦めずにやって一番良かったかもなって今思ってるので、うか様はね、あなたの人生がより長くより充実することをね一番願ってるので、なのでね、皆さんの頑張りを応援しています。そして最後に明日夜9時からうか様大学卒業おめでとう配信をやります。自分で自分を祝う。今回ですね、コロナでね、卒業式の後の打ち上げやめろって言われてるんでね、ちょっと今回はね、剥製と一緒に打ち上げできればなって思います。というわけでね、明日夜9時はね、もうすでに卒業した皆さんとかね、留年した皆さんもね、合法的にね、祝い酒が飲める日なので、どうぞお気軽に足をお運びください。最後に改めて、大学卒業後も届きゆかの熱いバーチャル活動はまだまだ続きます。これからも応援よろしくお願いします。そして、この動画が良かったなと思ったあなた、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは皆様、ごきげんうるわしゅう。バーチャルドールの届きゆかでした。みんなも卒業おめでとう。留年した子は来年頑張ろうチャンネル登録してね。チャンネル登録してね